ちは、ゴロゴロキッチンのまみこです。新居に引っ越しをしていろいろ物が必要になってきたので、ザラホームと IKEA にお買い物に行ってきました。そちらでいろいろ買ってきたものを今回はご紹介したいと思います。よろしくお願いします。で、ここキッチンから始めておりますのは、キッチンのものを一番買ったからですね。いろいろって言ってもそんなにたくさんは買ってませんが、まずザラホームのものからご紹介したいと思います。で、ザラホームのものでまず一番私が気に入って使っているのは現状これでございます。これはこの顔みたいなのとこのソープ入れがセットになっているスポンジ置き&ソープ入れって感じですかね。で、以前はこういうものを使っていなかったのですが、1個にまとまってるとすごい便利だし、あと水をこう下でちゃんと顔が引き出しになっていて、ここで水を切ってくれるから、衛生的にもいいかなっていうのも考えて、買ってみました。で、ここにこうやってブラシを立てられる。だから日本と違ってこっち結構こういうブラシ型のものが多いので、こういうものが立てられるのが便利かなとなっていて、でちなみにこのブラシも買っています。これはマッシュルームとかね、キノコとかを掃除する時とかにも便利なので、2、3本あるといいなといつも思っているので、このたわし型タイプとこれとを揃えています。で、このディスペンサー型のソープ入れわざわざなくてもいいかなって以前は思っていたんですけど、普通のこういうボトルとこうやっていちいちえいっと出すのよりも、これピピって出せるのが地味に便利ということに気がつきました。これを買ってみて。で、見た目もねすっきりしてるから、市販の台所食器洗剤を置いとくよりはすっきり可愛く見えるのかなと思っています。で、そんな感じなのでこれをとても気に入って現状を使っています。はい、この色合いもザラホームっぽくすっきりした感じでいいかしらね。ザラホームっぽいね。クリーム色。そうなの。白っていうんじゃなくてクリーム色なところもね、意外にいい感じなのです。というこれをまず使ってますね。すごく。で、ちなみにこのブラシはいろんな大きさが確かあって、これぐらいが一番私は掃除にしやすいかなっていうのと、キノコを洗う時とかはね違う。これはキノコ用にしていて、本当は他のもの用もあってもいいかなと思っているので、買い足してもいいかなって思っています。はい。で、次です。で、これはこちら。これはキッチンペーパーホルダーですね。なるべくキッチンペーパーはあんまり最近は使わないでさらしを使おうと努力をしていますが、ツーさんはあまり努力していませんね。努力してるよ。何言ってんの。失礼だよ。でもどうしてもちょっとね、油物とかそういうものだとキッチンペーパーじゃないとさらしだと厳しい時もあるので、そういう時にはキッチンペーパーが必要で、以前はね上にクリップ的につけられるやつを使ってたんですが、ここの食器棚はそれがつけられないということが判明したので、このキッチンペーパーホルダーを新たに購入してみました。はい。これ普通のもっとここが木のやつとかもあるから、別にザラホームで買わなくてもいいのかなと思いつつ、軽やかなデザインだからいいかなっていう感じですかね。はい。で、さらにこの横にあるこれなんだろうみたいな、なんじゃらほいみたいな感じですが、これは私はここに置いて、お料理最中にお鍋でこうやってやった時にどっか置きたいっていう時にお玉置きとして使っています。なるほど。本当はお玉置きっていうもの自体があったんだけれど、それは結構ちょっと大きくて、かつシリコンかなんかでそんなに可愛くなかったので、これをその横で見つけて、これでいいじゃないかと。なるほど。これはもともと何の用途なのかよくわかんないんだけど、これあると可愛いし、このぽってりしてる感じが可愛いでしょ。そうだね。で、これ食洗機に入れて洗うこともできるから、毎回一緒に洗っちゃえるし、地味に便利。
で前は普通にお皿をね出してこうやって乗せてたけれど、そういうのがちょっと不便だったので、これが1個あるだけでポイって置けるのがいいかなと思っています。はい、はい、でこちらもザラホームに買ったゴミ箱になります。これ白くてちょっと四角くて、こういう形でずっと可愛いなと思ったけど、大概見つかるのが丸円形だったんだけれど、なんか円形だとゴミをちゃんと入れにくいんじゃないかという私の偏見からずっと四角いものを探していたんですが、これをザラホームで見つけたので、これはいいと思いまして買いました。こっち普通のゴミで、こっちはリサイクルゴミみたいな風にしていて、でもちろんこうパコってやるとちゃんとパカって開く感じね。でこっちもパカッとやると開く。で中身ももちろんよいしょ、ちゃんとこうやって出せます。はい、だから使い勝手はちゃんとしているけど、見た目は割と可愛い感じかなと思っています。でここにサイドに両方とも手もついてるから持ち運びも便利です。ですね。で以前はなんかもっとすごく武骨な冷蔵庫の脇に入るサイズっていう、そういうものをスーさんが探してオーダーしたそうね、武骨なやつね。そうのですが、はい、私はずっと密かにもっと可愛いゴミ箱にすればいいのにと思っていたので、密かじゃない、してたよということで、この機会に私のゴミ箱案を取り入れていただきました。はい、ありがとうございます。とんでもないです。可愛いと思います。でこれなんかこの間モノプリに行ったら、これの完全に同じやつが売ってて、あれみたいな、ちょっとだけ安かったよね。ちょっとだけ安い。ちょっとだけ安かったよね。完全に一緒なのに。でも向こうはこの色はなかったの。グリーンとか、あれグリーンだけだったかな。グリーン、とにかく白っぽいものはなくて色があるやつで、だからまあこのちょっとエクリュー感の色が欲しいなと思ったから、うちの壁にはこうグリーンをちょっとこう際立っちゃうからいいんですけど10ユーロぐらい安いなみたいなね。そんな安かったっけ？って思ったんだもんなっていうのはありましたが、でも別にこれ気に入ってるので全然大丈夫です。可愛いよね、でもデザインね。そうなの、すごい素敵で、いろいろ他にもねこれを買う時見たの。だけどやっぱりこの形でこの色でっていう感じはなかった、見つからなかったの。なのでとても気に入っています。はい。はい。よかったです。でお掃除グッズ的なクリーニンググッズ的な流れではこちらもそうで、このほうきとちりとりもザラホームで買いました。でなんか地味にね、うち猫もいるからあっちこっち散らかるので、掃除機を持ち出すほどでもないんだけどっていう時にこうさささっと使えるからすごく便利です。でこれはこっちがこんな形になっていて、ちゃんとねこう安いやつってここがこうガタガタってなっててちっちゃいゴミとか取りにくいけれど、これはそんなことがない、きちんと取れる。でかつねこのブラシがすごい柔らかくて、だから結構お掃除しやすいのこれ。そう、俺もそう思ったね。なんかブラシがなんか柔らかくて高級感がある。高級感あるなと思って。そうだからなんかちっちゃいゴミとかってこう硬いブラシだとこう乗らないんだけど、これはすごい乗るから意外にこれすごいいいよね、使いやすくてね。これはもう各部屋に置いてもいいんじゃないかって私は思ってるから。そんな野望があったのか知らなかった。ツーさんの部屋にもだって1個欲しいでしょ。まあね。俺ね別にまあね。そうだからあったらいいなと思っていて、この紐は自分で勝手につけました。あ、そうなんですか。そうたまにカンカンするのだけがちょっとうるさいです。はい、すいません。まあでもそんな感じで紐は変えられるよ、だから自分の好きなのにね。なるほど。はい。という感じになっています。これはすごく良かったな、これも。では IKEA で買ったものもご紹介します。お願いします。まずこれはヘラ、スパチュラと、これはこう油を塗る的なやつ。ああ、なるほど。見たことある料理番組とかで。そうでこれはですねもうすでに2本持っています。ですごい気に入っているので
また池に行ったらもう一本買い足そうってすごい思ってたんだけど私はこれを結構フライパンとかで炒め物した後の油が残ってるやつとかを全部すくい取って油を取り除いたりとか、あと普通に食べ物的なものだから何でもこうお鍋をすくうものには全てこれを使っているんですね、私。すごいそうすると食器洗いとかが後からすごい楽になるし、あと食べ物も取りこぼさないでしょ。でだからこれがすごい便利でかつ安い。でもしょっちゅう使ってるから2本ではもう間に合わないということで3本目をゲットしてみました。でこれ食洗機に洗えるから全然問題ないし、なんでいつも使っています。耐久度はどうですか？耐久度も全然 OK よ。あとほら例えばマヨネーズ作ったりとかした時とかもこうやってぐるぐるぐるって全部取れるでしょ。だから生クリームとかも全部取れるでしょ。全部取れる。ね、すごいこれはすごく便利です。でかつこっちはこう油をねこう少量でこう伸ばしたい時とかやっていつもこうキッチンペーパーはちょっと切ってこうやってやったりしてたけど、これがあればこうピピピピピっていってこう綺麗にできるでしょ。でなんならそうソースとかもこうやってできるんじゃないかなと思って、これはいいなと。これの横にちょうどあったの。と思ってうまいよね。売るのがうまい。売るのがうまい。ですごい柔らかいの、ほらフルフルフルってしてて、だからね多分使いやすいと思うよこれ。つーさんも多分気に入ると思う。ほら俺何入れるのそれ？なんか油お好み焼きのお好み焼きの確かにそうほらこう使いやすいと思うのよ。でこの色も可愛いよね、割とこの私の好きな曖昧な感じの色合わせ。ミントグリーンとベージュっていう色合いも好き。そうね。ということでこうシャキーン、はい、シャキーンこの2つをまず買っていましたね。はい。でその次が同じような感じでこれはキッチン手袋。ゴム手袋はねまあこうどうしても手が荒れないように必要だったりしますが、普段スーパーで売ってるのってなんか変な色のばっかりじゃない？それをこの色が割と可愛いなと思って。でねこれは S なの。でも M はねここの色がもうちょっとだけ濃かった。だけど私は全然 S で十分なので、普通 S だとちょっとピチッとしてるけどそこまでピチッとしてないから割とすぐ取りやすいし、まあ普通にすっごい手が大きい人じゃないんだったら S で大丈夫なんじゃないかな。男の人はまあちょっと厳しいかもしれないけどという感じですかね。はい、まあ M でも S でもお好みでいいんですけどね。でこんな色合いだからこう干しといてもそんなに嫌じゃないかしらと思って。そうね、可愛いね。可愛い色だよね。というゴム手袋を発見しました。なんかね IKEA ってこんなの私が昔行った時は売ってなかった気がするけれど、いろいろ進化しているのね。なんか新しいものもいっぱい売ってるなと思いました。そうね。さすがね北欧クオリティだわ。はい。で次これはトーションですね。トーションはいっぱいあってもいいからつい買っちゃうの可愛いのがあるとね。よし。ちょっとこれはね。柄が可愛かったの。ピヨーン。これとでしょ、これはブロッコリー柄。可愛いでしょ、これはブロッコリー柄の色違いバージョン。でこれはまたこの株か。これでもトーションかと思ったけど、これはランチョンマットにもできるのかなって今ふとこう開けてみたら。すみません、トーションって何ですか？トーションとはお皿を拭くこ布だと思ってたんだけど、いやでもねトーションだと思うのね。だってデザイン花ウィルコックスってなんだろうでもほらこのかかってる感じからしてほら布巾っぽいでしょ。なんか豆子は大きな勘違いをしてんじゃないかな。大丈夫かな。100% コットン。まあでもいいんですよ、好きに使えばね。そうね。でこんな感じ。すごいねこうかかってるの見て可愛いわと思って。そうね。でしょ。可愛い。健康になりそう。どういうこと？食べるの？食材的に。
でもなんか意外にこんなものも売ってるんだな最近はと思って、なんかいろいろね新しいものがあっていいわよね。そうね。それもみんなね4枚、これ4枚セットなんだけど、みんなこんな感じで柄も違うのよ。でもやっぱ当初にはだってほらここに引っかかる時あるもん。ああそうね、確かに。っていうこんな4枚セットでした。そんなに高くなかったと思う。当然 IKEA だからね。でこういうのはほら付近はいくらあってもいいから、付近はいくらあってもいいっていうこう格言があるでしょ。まみこの格言勝手に格言シリーズだってねお皿を拭くことは大事ですから。はい、というものがありました。で同じようなデザインで言ったらこれもそうかも。これ鍋つかみです。これほら同じシリーズだね、株シリーズ。これなんかビビットで可愛いぞと思って見つけて、でも鍋つかみうち前はモノプリのを使ってて気に入ってたけどだいぶ汚れてきちゃってるのとかがあるから変えようかなって。ちょっと夏っぽいけどね。まあでもキッチンは明るい方がいいでしょう。はい、ありがとうございます。という感じで。2つ違う色にしてみました。なるほど。こうやってあるとほら、元気な感じで。そうね。元気だね。はい。で他にもいろいろありましてですね。はい、これはまあ定番のナプキンですね。IKEA といえばナプキンが可愛いものがよく売っているというイメージでありますが、うちは最近はもう布のナプキンにしてるから、あんまり紙ナプキンは使わないようにしているけれど、食べ物によってはねちょっと油ぎっしゅですごいわみたいな時にお客様いらっしゃる時とかだと結構みんな遠慮してね布を使わない人とかいるからそういう時のために一応紙もちょっと用意しときたいなっていう感じでね。だからねいくつかあったけどこの私の好きなモーブカラーにしてみました。好きそうでしょ？好きそうこれはねきっと好きだと思うの、お皿に置いてもね、っていうナプキンですね。でまた同じく IKEA といえばの定番はこちらですね。このジップロック的なこれはねいろんなサイズも最近は本当にいろんなサイズが揃っていて、これはね34オンス、オンスで書くのやめてほしいよね。34オンスと14オンスのサイズとか、これはもうちょっと大きいかな。これはサンクオート、もはやなんだかわからないサイズがでこれは一番ちっちゃいやつ、でまあなんかなるべくジップロックも使わないようにしてるから最近はそんなに減らないけどね。そうね、でもまあないと困る時もあるのでなるべく使わないようにしつつ、かつ綺麗なものの時は洗って再利用とかもしてますが、まあこう困った時よりね、一家に1個あると安心かなみたいなね。そうカレーとか作った時とかね、どうしても冷凍しとこうかなっていう時にこれがないと厳しいですね。っていうこの3サイズを買いました。うちはちなみにあんまり大きいサイズは使わないね。こういうちっちゃいサイズが便利かな。俺には分からないけど多分そうそんな感じです。であとこれも買いました。これはお茶のこうシャシャシャってやつですね。これはなんかうちこうなんだチェーンでつながってるやつしかなくて、これでこうソリッドのやつが欲しいなと思ってたんですね。これでもうツーさんも自分一人でこうやってお茶入れられるよ。そうだね。どこだっけあれっていつも思ってた。あ、そう。探せなくて。じゃあもうツーさんの部屋に置いとこうか。ああそうね。ツーさんティータイム好きだから。そうだね。そう。ツーさんティータイム用にね。ここ使いやすいと思うよ。ほらこんな感じになってここにチャッて入れてチャッとして。そうね。使いやすそう。ちょっと閉める。でこうっていう感じです。はい。これも地味に買いました。でここに3つ揃っているのはスパイス入れです。スパイス入れ。でうちはここがちょっと棚ができている新しいお家にはね、なんでここになんかちょっとスパイスを置いたりとかするといいのかなと思ったんだけれど、現状あまりこうスパイス分が入れ物が揃っていないので、ここに並べるんだったらこう揃っているのがあったらいいかなと思ってこれを買ってみました。でこれはこの蓋がこのただの蓋になっているバージョンもありましたが、
こっちの方が便利そうかなと思いまして、こうやって穴がこう開いたり、ちっちゃいのもあったり大きいのもあったりっていう蓋のバージョンの方にしました。なんか全部蓋を開けてわーってやるとドボボボで出たりすることがあるから、こっちだったらなんかちっちゃいものの場合はね、これで開けてポイポイってやるとか、まあ別に大きいものところまでいいんですけどでもこれがある方がいいかなと思って、そんなに1ユーロぐらいしか値段が変わらなかったから、じゃあこっちにしようかなということで、この蓋が変わるタイプにしました。で現状6個買いました。12345ですが、うちはスパイスね6個以上あるので、これが良い感じであれば追加していこうかなっていう感じですかね。はいという感じでした。キッチンはこのような感じであります。では移動しましょうか。じゃあそちらに。バスルームにやってまいりました。こちらで購入したものはザラホームのアイテム2点、このタオルハンガーとこちら洗濯物入れですね。でこのタオル掛けは以前のお家にはね、これに似たようなものが備え付けであったからそれを使っていたのですが、ここは特にそういったものがなく、私この木のこのタオルハンガーというものがすごい好きなの。そうなんだ。アイテムとして好きなの。これをね、以前ロンドンのインテリアデザイナーさんのお家に行った時に、これに膝掛けとかをかけてリビングルームに置いてあって、それも素敵だなと思ったんだけど、とにかくこのタオル掛けというアイテムがすごい好きなの。なぜかそうなの。だからすごいこれを絶対買おうと思っていて、でザラホームで売ったからこれはちょうどいいなということで、こうしておけばね、タオルもこうすぐ乾くし、ここすごくコンパクトなバスルームなので、こういうちょっとスペースを取らないものだと楽ちんです。そうですね。すごくそう思います。でこれは通常こうドアがこうなるところで隠れちゃうからそんなに目立たないしね。で同じくこちらもそんな感じでザラホームで買ったわけですが、これは最初なんかもっと布製のにしようかなって思ってたのです。というのも、うち前カゴだったんだけれど、猫がものすごい爪を研ぐからボロボロになっちゃったんだけれど、こうドアのちょうど隠れた位置だから猫も気がつかないかもしれないと思って。なるほどね。それでカゴにまた戻ってみたんですね。なんか本当はカゴだったらカゴの色がいいかなと思ったんだけれど、結局ここ白いから白っぽい方が馴染むのかなと思って、でザラホームにいたこれがあって、これ別になんか白だとちょっとファンシーになるかなと思った。だけどこれはそんなにすごいファンシーっぽくないかなっていう気もしたからこれにしてみて、で大きさもねちょっと大きめだからシーツとか入れてもこうボハーってならないし、とても便利。便利だね、確かに。でかつちょうどこのドアのこのギリギリに入るこのぴったりサイズだから、ドアをこっちまでは逆に開けられなくなったけれど、別に困んないね、ドア開けられなくてね。別に。というこのぴったりサイズ、最初はねこう横にしようと思ったらこっちにこうやって、だけどこれでいいじゃんっていうことに気づいてでここに入れたと。で中はよいしょ、こんな感じでこの布がついてるから、これ取り外しで結構紐でね、だからこう洗ったりすることもできるので衛生的です。猫にはもう気づかれたんですか？猫にはトラちゃんに気づかれてしまってあっ気がつくとここに乗ってバリバリとダメじゃん。いつも怒ってる、ダメだよっつって。ダメだよっつってね。だから聞かないけどね。このドアがね閉まってると気がつかないんだよ。気がつかないっていうか入れないなってやるんだけれど、このドアをこうやってお風呂入るとかに閉めてちょっと開けたりするとって入ってきてバーって乗ってってやってるから、だからいつもこのドアを閉めるようにしてこうやって開けておくようにしてください。はい、わかりました。はい。すいません、これを忘れておりました。これはですね、かかととか肘とかの
角質を取るやつですね。だから軽石みたいなやつの板バージョンかしら、わかんないけど以前こういうやつを持っていたのがだいぶすり減っちゃっていて、なんか新しいの買わないとなと思っていたらザラホームで行っていました。でなんかシンプルだから綺麗だし、お風呂に置いといてもいいかなと。これも紐つけられるからかけておけるね。そうだね。だからツーさんも使っていいですよ。はい、私角質あるので。角質あるの？角質あるタイプです。その角質ね。誰かと。違うそっちじゃない。はい。こんな感じのものをザラホームで買いました。はい、バスルームグッズはいろいろ揃っているから便利ですね。そうだね。はい。じゃあ次に行きましょうか。はい、お願いします。はい、ベッドルームにやってきました。はい、ベッドブームってなんだよ。さあ、この中で買ったIKEAはザラホームのものは何でしょう？これ答え知ってるけど。それはベッドでもなく、はい、マットレスでもなく、はい、こちらにあります。ツーさんの枕です。はい、バーン。そうです。もう限界を迎えていたんでね。これはなんかこのように謎の青い鱗スタイルになっている。そう。不思議じゃない？これ、これが冷たいの？若干そんな気はするけど、とにかく前の枕がさ、本当にもう限界でも何の意味もないぐらいぺちゃんこに潰れてたからそうだね、これすごいなんか形状記憶喪失みたいでいいまた人のネタをパクらないはい、形状記憶っていうか、俺あんま低反発枕がちょっと体に合わないなって思ってたんだけど、ちょっと高すぎると首が痛くなるんだよね。でもこれなんかすごい平べったくて良さそうだなと思って、そう薄いからさ、結構そしたらやっぱり良かった、すごく。でも形状記憶でも薄いやつはあるんじゃないの？そうなのかな。俺前なんか買ったんだけど、あんまいまいちだったから敬遠してたんだよね。すごい殿みたいなこういうやつだったね江戸時代みたいなさ、舞妓さんがね、そうあれ痛くないのかなっていつも思うけど痛いに決まってるじゃんあれっていう、これをツーさんが買って、本当は私もこの枕買いたいって言ったんだけど、ツーさんがダメだ俺だけだってそんなのちゃんと普通に枕あんのに使えないよって思って、新しいもの好きだから。まみこさ違う、もうずっと使ってるから、もうそろそろ枕も買いたいかな。全然まだもう全然使えるじゃんまだ。じゃあツーさんが使えばいいじゃん。俺ツーさんまみこのやつ首痛くなっちゃうの高いから。そうなのよ。そうじゃなかったら別にまみこにあげるんだけど。私も枕首が痛いから買い替えたかったのにな。そうなの嘘だよっていうのが、ツーさんが買った IKEA のものになりました。はい、はい、でこの中で IKEA& ザラで買ったものはそれだけなんですけど、ここで言うならばこのカバーもこの夏のサマーセールで買いましたね。はい、そうですねこれは私のすごい好きなシムラネで買いましたね。はい、可愛いですね。やっぱりシムラネのちょっと前と違う感じで明るくなったから、あれとこう交換で使ってる感じ。そうね。これだって結構安く半額くらいになってたね。そう。やっぱセール様々ですよ。以前のものとは柄が違う感じだから、ちょっと印象が変わっていいかなと。そうですね。であとマットレス&ベッドも買ったね。このベッドも買った。見るのは難しいけど、足ね。はい、足。これは組み立てだったから大変でしたね。僕は全部組み立てまくりですよ。まめこも手伝ったかこれは。私は手伝いましたよ、ちゃんと。そうだね、確かに。そうなかなか大変だったよね。この国の説明書のわからなさたるや。あとマットレスは今もう買っている最中。もう本当マットレス難民勘弁してほしいよね。なかなかちょうどいいマットレスがね、なんでなんだろう。まみこがね、だってツーさんだって腰痛いって言ってるじゃん。いやそうだけど、とにかく柔らかいのも硬いのもダメでそう難しい。今現状すごい硬いので、ちょっと新しいやつに変えてもらうことにしています。はい。変えられるのがいいね。そうね。でも日本も変えられないの？日本は変えられないのかな。これ日本で買った時は変えようなんて考えたこともなかったから分かんないし、別に困ってなかったんだけど。そうか。こんなにうるさいのにね。全然そんなことないね。
そうフランスだとなんか100日間試せんだよね。なんかね、それも100って書いてあったり、なんかよく読むと30日だったりとか、すごいねこう何も信じられない感じです。ああそうですか、はい、そんな感じで、はいまあそんな感じでですね、少しずつ亀の歩みでいい音となれています。そうですね、本当亀の歩みですね。なかなかね、そうなかなか整わないし、なんならここをリフォームしたいなとか、そんなもうすごい夢のまた夢ぐらいにまだ全然整っていませんが、少しずつまた変えていって、それはまたご紹介したいと思っています。毎回同じこと言ってる。毎回同じこと言ってる。まあだってそうなんだもん。うん、そうだね。はい。まあでも今回買ったものは結構良かった。可そう愛かったしそうね、そうそう。ザラホームはやっぱ可愛いね。可愛い。エキアもいろいろ新しいものがあったし。ただモノプリに同じものが売ってる可能性があるということで、だから皆さん。モノプリを先に確認しましょう。はい、じゃあそんな感じでまた次回の動画で楽しいことをご案内します。はい、よろしくお願いします。はい、また。さよなら。